アインシュタインは多くの名言を残しています。このビデオはアルバート・アインシュタインの記憶に残る名言の第2部です。もし彼の名言の中にお気に入りのものを見つけたら、それをあなたのモットーにしてください。唯一、真の価値のあるものは直感です。想像力こそが研究の最高形態です。解決策が単純な時のみ、神は答えてくれるのです。私たちが経験できる最も美しいものは、神秘的なものです。これこそが、真の芸術と科学の源です。この感情と無縁なもの、驚きを感じず、脅威に立ち止まらないものは、ほとんど死んでいると言っていいでしょう。彼らの目は閉じられているのです。真の知恵の印は、知識ではなく、想像力です。人々が良いことをするのが罰を恐れ報酬を望むからであれば、私たちは本当に哀れな集団です。我々の技術が私たちの人間性を超えた領域にあることは明らかです。数学の難しさについては心配しないでください。私の方があなたよりはるかに難しい数学の問題に直面しています。ほとんどの人は社会的環境の偏見と異なる意見を冷静に表現する能力はありません。ほとんどの人はそのような意見を形成することはできません。私は直感とインスピレーションを信じています。そして私は時々自分が正しいと感じることがあります。しかし私は自分がそうだということを知っているわけではありません。問題を解決するために1時間もらえるとすれば、55分は問題について考え、5分は解決策について考えます。知恵は学校教育の産物ではなく、それを獲得しようとする生涯にわたる試みの結果です。私は若い時から苦しい孤独の中に住んでいますが、成熟した現在では楽しい孤独の中に住んでいます。戦争がどれほど卑しいでしょうか。どれほど卑劣でしょうか。私はこんな卑劣な行動をする組織の一部になるくらいなら、粉々にされた方がマシです。戦争という名の下での殺人は殺人行為に他ならないというのが私の信念です。我々は私たちの問題を作り出したのと同じレベルの考え方ではそれらの問題を解決することができません。最初にアイデアが馬鹿げていない場合、そのアイデアには希望はありません。私の学びを妨げる唯一のものは私が受けた教育です。知的成長は生まれた時から始まり、死ぬまで終わりません。私たちには理解できないものが実際に存在し、最高の知恵と最も輝く美しさとして現れますが、この事実を私たちの冴えない能力では最も原始的な形でしか理解できないことを知ること。この知識、この感情こそが真の宗教性の中心です。学べば学ぶほど自分が何も知らないことを理解します。私をいつも喜ばせてきた理想は善良さ、美しさ、真実です。我々が他の人々のために存在しており、我々の幸福がその人たちの笑顔と幸福に依存していることを我々は日々の生活から知っています。私が長い人生の中で学んだ一つのことは、私たちの全ての科学は現実と比較して原始的で幼稚であることです。しかし、それは私たちが持っているものの中で最も貴重なものです。私は自分の外的な人生と内的な人生が生きている人々と死んだ人々の労働によって築かれていることを一日に何度も強く感じます。そして私は自分が受け取ったものに応えるためどれほど真剣に努力しなければならないかを痛感します。間違いを犯さない唯一の確実な方法は新しいアイデアを持たないことです。人間の真の価値はどの程度自我から解放されているかで判断できます。世界を支配する3つの大きな力は愚かさ、恐れ、欲望です。権威に対する愚かな信頼は真実にとって最大の敵です。すべての宗教、芸術、科学は同じ樹木の枝です。これらの願いは
全て人間の生活を好機にし、それを単なる物質的な存在から抜け出させ、個人を自由に導くために向けられています。過去はすでに死んでおり、未来は不確かであり、今ある現在が全てです。だから誰のみ楽しく生きましょう。少なくとも1日に一度、自分自身のために思考し、自分自身のために夢見る自由をお許しください。力は常に道徳心の低い人々を魅了し、引き寄せます。私たちのほとんどがみすぼらしい服やみすぼらしい家具を恥じるのなら、みすぼらしいアイデアやみすぼらしい哲学をもっと恥じましょう。構想が中身よりも優れていることは悲しいことです。所有物、表向きの成功、知名度、贅沢、これらは私にとって常に芸術的なものでした。シンプルで気取らない生き方が誰にとっても、体にも心にも一番良いと私は信じています。人間の精神は技術に勝るべきです。誰もが天才です。しかし、魚の能力を木に登る能力で判断すれば、その魚は自分が愚かだと一生信じて生きていきます。複雑さから単純さを見つけ、不調和から調和を見つけましょう。困難の中にチャンスがあります。私は日常生活で典型的な孤独者ですが、真実、美しさ、正義を求める見えない共同体の一員であるという自覚が私を孤立感から守っています。孤独になりましょう。それがあなたに真実を探求する時間を与えます。神聖な好奇心を持ちましょう。そしてあなたの人生に意味を持たせましょう。神という言葉は私にとっては単なる人間の弱さの表現や産物に過ぎません。聖書は尊いが、それでもかなり幼稚な伝説の集まりです。どんな微妙な解釈もこれを変えることはできません。